僕らの宇宙教室の宮川博です。今回は天の南極って何についてお話しします。最初は、天の北極、天の南極について、続いて、天の南極の探し方4つの方法をご紹介します。まず最初の、天の北極、天の南極についてですが、地球儀を使ってですね、簡単にお話しします。こちらに地球儀がありますけども、地球儀はこちらからですね、こちらの方向ですね、この軸を中心にですね、このように回っていますよね。ですからこちらの地球側から見るとですね、こちらが天の北極、こちらが天の南極になります。この位置が天の南極に見えますね、なるんですけども、この天の北極の位置にある北極星はですね、こちらから見ると止まって見えるんですね。地球から見ると止まって見えますので、目印となるんですね。はい、そしてですね、天の北極からですね、見ると星空はですね、天の北極を中心にですね、このように回って見えるんですね。ですから反時計方向、時計方向とは逆の方向を回っているんですね。そしてこちら南半球の人たちの見る星はですね、天の南極を中心にですね、このように回っているんですね。ですから地球から見るとですね、時計方向に回っていることになります。天の南極を探す方法にはですね、4つの方法がありまして、1つ目はですね、写真の通りですね、南十字星の縦の線をですね、下側に伸ばしてくるんですね。ずっと伸ばしてきますと、それをですね、縦の距離はね 4.5 倍にするとですね、ちょうど天の南極の位置になります。2つ目の方法としましてはですね、これは南十字星とケンタウルス座のアルファ星ベータ星を使う方法なんですけども、まずですね、先ほどと同じようにですね、南十字星の縦の線をですね、ずっと延長線伸ばしてくるんですね。伸ばしてきたのとですね、それからケンタウルス座のアルファ星とベータ星のですね、線を結んでですね、中心線からまっすぐの線、垂線をずっと伸ばしてきて、こちらのあれですね、南十字星の線とちょうど交わったところ、ここがですね、天の南極の位置という方法なんですね。それから3つ目の方法としましては、大小マゼランを使う方法なんですよね。大マゼランと小マゼランを線で結びます。これを底辺としてですね、正三角形を描いて、その、頭のところ、頂点をですね、頭のところが天の南極ということですね。そういう探し方なんですけども、これはすごいですよね。なんていうんですかね、天のその20万光年のですね、先に大小マゼランがあるんですね。そういった天体を使ってのですね、観測、このような天体を使っての観測というのは多分、目視、人間の目で肉眼で観測する観測としてはですね、一番遠い天体を使っての観測だと思います。はい、4つ目の探し方としてはですね、この写真の通りですね、この辺では一番明るい、星なんですね。一等星2つを使っての測定方法なんですけども、まず1つは龍骨座のカノープスですね。この星とですね、それからエルダヌス座のですね、アケルナル、この2つを線で結びまして、そして正三角形を描いて、その頂点となるところが天の南極となるという方法です。天の南極を探す方法4つをご紹介しましたけども、どの方法もですね、特徴があって楽しいですけども、おすすめする方法としてはですね、1番目の南十字星を使っての
方法ですね。これが南半球の方々もよく使われている方法で簡単で、しかもこの4つの中では正確な方なので、おすすめします。それでもですね、やはり、3番目の、肉眼で20万光年の世界をの天体を使ってのですね、探す方法もおすすめです。これやはりですね、こんなことってなかなかな機会はないですよね。20万光年先の天体を使って、調べるなんていうことはですね、すごいことなので、胸もワクワクしますよね。楽しいと思いますので、ぜひこれも試していただきたいと思います。南半球に行ってですね、実際に、観測するのもまたいいですけども、やはりですね、この写真でですね、写真の上で楽しむのも面白いと思います。ぜひですね、皆さんも天の南極探しに挑戦してみてください。楽しんでください。